じゃあ今日もランクルゼミナールを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。小槍と申します。ランクルはもう長い付き合いで、1985年かな入社して、4、5年経ってからずっと30年近く経ちましたかね。で今年が70周年ということで、トヨタの中でも長い方なんでしょうかね。ランクルの付き合いは長くなって、他の方なかなか付き合ってる方いないのでちょっと寂しいなっていうところがあるので、皆さん車自体は大変いい車なので付き合ってくださいね。よろしくお願いします。ランドクルーザー、簡単に言うと陸の巡洋艦という名前なんですけど、初代の開発責任者であった海原半次さんがちょうど1951年の時にはですね、警察予備隊っていうんですか、今の自衛隊での、入札の中ではトヨタジープ BJ という名前をまず最初つけて、入札に挑んで、残念ながらちょっとこの車の三菱さんに負けてですね、勝ち取ることができなかったんですけど、梅原さんは大変この車に自信があったみたいで、いろいろなところに偉業っていうんですね、それを残されてます。一つの例で言うと富士山を6合目で登ったっていうのが有名なところですけど、そういった中でやはりその当時競合者であったまずはその入札に負けたジープですね、これをアメリカでいう、ジープっていうのは怪獣っていう意味合いというか、アメリカの、連載漫画の「ポパイ」っていう漫画、皆さんご存知かな。ちょっともう年取った人間しか知らないかもしれませんけど、その中で出てくるのが怪獣の有酸ジープというのがあって、ジープっていうのを怪獣と言いながら、その当時、もう一つ英国であったランドローバー社っていうのがあったんですけど、これをランドローバーという意味で、山賊っていうのかな、そういう名前があるので、こういった強敵というかものに対してやっぱりふさわしい名前を付けたいということで、ランドクルーザー、陸の、巡洋艦っていう言葉がいいのかどうか分かりませんけど、そういう名前を提案されて、承認されたっていうのがこの経緯になります。これはですね、関谷さんだったと思いますが、やはりトヨタもご存知で昔トヨダだったんですね。で日本って何ていうのかな、濁点がつくとあまりいい響きじゃなくて、それもトヨタとしてはトヨだからトヨタに変えたという経緯もあって、それからある程度売れ行きも良くなったということと同時にですね、ランドクルーザーもザがというか濁点が2個入っているので、これも呼び名を、変えた方がいいんじゃないかなという形で、相性ですけど、ランクルという、濁点を全く取っちゃったというような、形で呼び名として、今ずっと日本ではランドクルーザーという人はあまりいませんよね。でもアジアでもランクルって、日本語通じないところでもそれで通じてますので、相性のいい名前ですよね。海外で、ランクルって言ったら分からない人は本当ランクルを好きな方は知っていますね、やっぱり。ただ海外行くとやっぱランドクルーザーっていう言葉をちゃんと正式に言われる、先ほど言ったアジアっていう、フィリピンとかインドネシアとかあの辺ではランクルでも通じますね。初代が、本来 BJ という名前で、最初であれば10なのかなっていうところはやはり誰しも思われるんでしょうけど、やっぱり初代は初代として BJ ということを重きを置かれて、やっぱり2代目を20という形
BJ の20型と。で次になんで40だとも思われるかもしれませんけど、実は20の時代にかなりやっぱり車系が増えていて、最後やっぱり30という車系があるんですね。なのであまり有名にはなってないんですけど、2030まで一気に使っちゃったっていう、ある意味では型式を足らなくて使っちゃったということがあって、フルモデルっていうタイミングでいうと次は40と呼びましたと。でその先は年次ごとにいろいろな車が40から派生して、例えば、50系って言いますけど、基本的には55と56しか今ない。これがワゴン系の最初の車になりますね。でそれからライト系でいうと次に来る70が来るんですけど、ちょっと順番ぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、40の次に50が来て、次60が来て、次70が来てるんですね。で70の派生から、その次に、プラドというのが派生車種で出てきて単独で、その中で、90系みたいな形でずっとこう言いながら、基本的には年中でそのタイミングで開発した順番に、丸でやってきました。それが最初が簡単に10個飛びでやってきたんですが、で一旦100まで来ましたと。でその時順番でいけば本来110だろうと。でここにはちょっとこだわりがあって、ランドローバー社のディフェンダーっていうのは110っていう車系があるんですね。110と、その名前は絶対つけないということもあって、その次に来たのが100系なんですけど、100系の次は120と飛ばしてるんですね。飛ばして、じゃあワゴン系はどうするんだということもあるんですけど、ここから一足飛びに、ワゴンシリーズはやっぱり大台でいこうということで200で、今回300という形で、ワゴン系についてはその100飛びにという形で考えてきたという形になりますね。はいそうなりますね。もう生きてないかもしれませんけど、私は一言で言うと僕の会社人生と同じ70ですかね。やっぱり70は僕が入った時にちょうど1年前に来納して、それから今も現役選手ですよね。まだまだ世界中の皆様にご愛顧いただいて、そうは言いながら日本では2004年に一旦止めて、記憶に残るんですけど2014年に復活させて、大変思い出のある車で、やはり質合犬というか、やっぱりランクルの本来の、使命っていうものを一番忠実に守ってきた車かなというふうに思うので、やはりこの車をやはりずっと残すことが大変やっぱり、ランクにとってもブランドにとっても大事なことじゃないかなというふうに私は思ってます。はい、本日のゼミナールもこれで終了です。今後ともよろしくお願いします。